ブレンダーをどのように操作するか説明していきましょう。最初は非常に難しいと思うかもしれませんが、実際は意外と簡単でもあります。では 3D ビューポートから始めましょう。まず最初にこのキューブを選択してみます。このオブジェクトを左クリックで選択し、解除するには何もないスペースを左クリックします。ショートカットキーはキーボードの A を押して全てを選択し、全ての選択を解除するには Alt+A か A の連打になります。ブレンダー 2.8 から右クリックから左クリックに変更されました。以前のように右クリックに戻したい場合は別のビデオをご覧ください。次に学習するのはナビゲーションの基本です。3D ビューの回転方法、移動の方法、ズームの方法、その度に必要なのはこれらのボタンだけです。それではキューブの周りを回転させてみましょう。ビューポートの右上に非常に便利なギズモがあります。各軸の上でクリックするとどのように反応するか見てください。青い Z 軸のインジケーターにカーソルを合わせて左クリックします。これにより平行投影で表示されます。これは XYZ の任意の軸に対応する視点です。しかし同じギズモをクリックしてドラッグするとより柔軟に回線することができます。マウスの中ボタンを押しながらドラッグすることでカーソルの位置から同じように回線できるので覚えておくと便利です。これでビューポートの特定のポイントを中心に回線しているように見えることがわかります。これがグリッドの中心または原点であり、今はキューブがある場所でもあります。ですが、違う場所を中心にしたい場合はどうでしょうか。その時は手の形をしたビューの移動アイコンを左クリックして中心にしたい場所になるまでドラッグします。そしてマウスのホイールを押しながらドラッグしてビューを回転させてみると中心が変更されたことがわかります。ショートカットキーは任意のカーソル位置からシフトキーとマウスの中ホイールを押し込んでドラッグします。もう一度キューブを元に戻したいときはキューブを左クリックで選択して上にあるビューメニューから選択を表示を選びます。これによりオブジェクトに焦点を合わせるために透視投影が再構築されました。テンキーのピリオドを使用しても同じことができます。ちょうどキューブに近づき拡大されているので、ズームインとズームアウトについての方法も説明しましょう。これについてはとても簡単で、ここにある虫眼鏡を使ってドラッグしてズームするか、マウスホイールをスクロールするか、またはテンキーのプラスおよびマイナスキーを使用して同じタスクを実行できます。最も基本なナビゲーションはこれで終わりですが、
この領域ではまだ2つのアイコンを使用していません。カメラアイコンとグリッドアイコンです。カメラビューのアイコンはカメラ視点になります。カメラアングルを設定し、最終的に出力イメージになるものをプレビューするのに非常に役立ちます。ショートカットはナンバーパッドの0で切り替わります。次の説明のためキューブをいくつか並べてより分かりやすく説明します。このボタンはグリッドアイコンです。最初は分かりにくいかもしれませんが、グリッドによりビューポートが平行投影モードと透視投影モードを切り替えできます。しかしこれら2つのモードの違いは何ですかと疑問に思うかもしれません。透視投影はシーン内での 3D オブジェクトの実際の見え方です。オブジェクトの表示方法はあなたからオブジェクトまでの距離が考慮されます。遠くになるにつれオブジェクトは小さくなっていきます。しかし平行投影はそれらすべてを無視してフラットにするので、あなたから見た視点はなくなり、すべてが同じ距離と角度で表示されます。これは非現実的な見え方ですが、モデルを作るのに非常に役立ちます。例えば 2D コンセプトスケッチに関しては特に正確です。今回のこれらのナビゲートはビューポートについて説明しました。次からのビデオではここに表示されているすべてのウィンドウについて取り上げていきます。